こんにちは。アロハー。ハワイ在住18年のみなみです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は配車アプリ Uber の使い方中級編ということで、アラモアナショッピングセンターからのリクエスト方法をご説明します。アラモアナセンターは本当に広いので、ドライバーさんと待ち合わせしやすい場所、しにくい場所、いろいろあります。私は週末だけ Uber のドライバーをやっているので、ドライバーの視点からもご案内したいと思います。最後までぜひご覧ください。まず最初は前回の空港編の動画で視聴者さんから空港から Uber を呼ぶのに Wi-Fi はありますかと質問があったので、なるほど、旅行者の皆さんは Uber を利用するのに Wi-Fi が必要ですねと思い、早速空港に撮影に行ってきました。空港での Wi-Fi 接続方法からご紹介します。そしてアラモアナ編でも各場所で Wi-Fi を接続しながらご説明しますね。ここは国際線到着出口から一番近いロビー2番の Uber の乗り場です。私の古いスマホを使って Wi-Fi に接続してみます。まず設定画面から Wi-Fi をタップします。Wi-Fi をタップしたらホノルルフリー Wi-Fi が表示されるのを待ちます。ホノルルフリー Wi-Fi をタップして接続しましょう。ただし中央分離帯は電波が弱いので時々ネットワークエラーが出ます。何度かやってダメなら横断歩道に近い場所に移動するか、横断歩道を渡る前の場所に戻ってみてください。再度挑戦。つながったようです。無料 Wi-Fi を選択します。これでインターネットにつながりました。Uber アプリを開いてみましょう。開きました。配車依頼をタップ。行き先はに下に保存してあるアラモアナホテルをタップ。アラモアナホテルまでの車種、値段、ルート、ドライバーが到着するまでの時間が表示されます。さあ、ここからはアラモアナ編です。アラモアナには公式の乗り場が3カ所あります。ライドシェア乗り場 A とライドシェア乗り場 B。両方とも2階にあります。ライドシェア乗り場 C は1階。まず最初はライドシェア乗り場 A に到着しました。ここはドライバーにとってもアラモアナの中で一番止めやすく、お客さんにとっても一番わかりやすい安全な場所だと思います。今画面はドライバー目線の映像。この後お客さん目線とリクエスト方法です。ロングスドラッグのパーキング側出口付近に乗り場があります。シャブヤというレストランの目の前なのですが、Uber 上ではなぜかナイトロジーニーと表示されます。かつてここにナイトロジーニーというお店があったからです。それではリクエスト方法です。まずアラモアナの Wi-Fi に接続します。アラモアナセンターゲスト、こちらをタップ。アラモアナセンターの Wi-Fi サイトになります。2箇所にクリックして名前とメールアドレスを入力します。一度入力してしまえばスマホが記憶するので、次回からは入力しなくても大丈夫です。つながったようです。Uber アプリを開いてみましょう。Uber のアプリにアラモアナセンター専用の項目が表示されているのでタップします。乗車を予約するをタップします。行き先はにハイアットリージェンシーを選択してみます。料金が表示されたら確認をタップ。乗車場所を選択してくださいと表示されるのでナイトロジーニーを選びます。乗車場所確定をタップすればドライバーとマッチングされます。ちなみにライドシェア B はこちらです。でもおすすめしません。人気も少なくて暗くてドライバーにもわかりにくいです。ドライバーと会えなくてキャンセルされてしまう確率が高い場所です。
こちらはメガネのパリミキさんやエコタウンセレクトさんがある1階エリア。このパーキングにもライドシェア乗り場 C があります。この乗り場もおすすめしません。Wi-Fi も実はつながらないんです。次におすすめする乗り場はモートンズステーキハウスです。ロングスドラッグの反対側の入り口からトイレ方面にまっすぐ進むとレストランがあります。有名なレストランなのでドライバーも迷いません。しかも見通しがいいのでお客さんもドライバーもわかりやすい場所です。Uber を呼ぶときは車が止めやすい場所、ライセンス番号を確認しやすい場所がポイントです。Wi-Fi につなげたら Uber アプリを立ち上げてアラモアナショッピングセンターをタップし乗車を予約するをタップします。自動的に現在地にモートンズステーキハウスが表示されています。後の流れは一緒です。次はアラモアナ内にある高級デパートニーマンマーカスです。お客さん目線はこちらです。明るくて広くてドアマンもナイスで、ニーマンマーカス付近にいたらこちらの乗り場もおすすめです。お迎え場所の欄にニーマンと入れるとニーマンマーカスが出ました。ここで注意です。再度場所を聞かれます。必ず2階のニーマンマーカスを選択してください。選択したら乗車場所を確定をタップします。次にメイシーズ付近です。メイシーズからのリクエストは本当に大変です。出口が1フロアにつき4つある上に3階建てなのでアラモアナセンターを熟知している私でも過去にお客さんに会えないことがありました。なので私はメイシーズ隣のラッキーストライク前の乗り場をおすすめします。行き方は2階ラナイフードコート外にある階段で屋上に上がります。ラッキーストライク前も広々としていてお客さんも待ちやすくドライバーも止めやすいです。階段で上がるのが大変な方はあらかじめエスカレーターで3階まで出て横道からパーキング側へ出ることができます。ここからまず Wi-Fi につなげてみます。ラッキーストライクゲスト、こちらを選択。ラッキーストライクの Wi-Fi サイトが表示されました。E メールアドレスを入力します。誕生日を聞かれますが入力不要です。すでにインターネットに接続されています。Uber アプリを開きます。アラモアナの項目から乗車予約をタップ。行き先を入力して UberX 確認をタップ。次に乗車場所を設定します。ラッキーと入力するとラッキーストライクが表示されます。ここでまた階を聞かれます。ラッキーストライクは3階なのでモール3階を選択。ラッキーストライクは屋上駐車場2を選択。タップするとマッチング開始です。マッチング後はドライバーメッセージでラッキーストライクと入力しておくとドライバー迷うことなくお迎えに来てくれます。最後のご紹介はフードランド。何年か前まではフードランドが Uber 上でうまく反映されずお客様と会うのが大変でしたが、今は問題も解決されてフードランドとちゃんと表示されるようになりました。食料品などを買ってホテルへ戻る際は Uber 利用がとても便利ですね。フードランドの待ち合わせは入り口付近の角のあたりがドライバーもお客さんもわかりやすいです。それでは Wi-Fi につなげてみます。ここはフードランドアラモアナにつながります。うまくつながらない場合はお店のドア付近に戻ってリクエストをしてみましょう。電波を受信しやすくなります。つながったら四角のボックスをクリックします。特にメールアドレスなど入力せず Wi-Fi につながりました。ここまで来たら皆さんも慣れてきた頃ですね。行き先を入力。値段が表示されたら車種を選び確認をタップ。
次は乗車エリアを選択。フードランドは1階にあるので通りに面した階になります。次は乗車場所を選択。いろいろありますが、フードランドファームを選択して確定をタップします。ドライバーとマッチング中です。リクエストをキャンセルしたい場合は焦らずキャンセルボタンを押してください。マッチング後、ドライバーが向かっている途中でキャンセルするとキャンセル料がかかりますので気をつけてくださいね。キャンセル理由をタップすればキャンセル完了です。この他にオールドネイビー前、フードコート前、元気寿司前といろいろありますが、止めるスペースがないので乗車する際に後ろの車がいるのに止まって乗車することになり、ドライバーもお客さんもいつも急いで乗る感じです。特にこの元気寿司前はいつも大渋滞。でもなぜかここからのリクエストが多いんですよね。アラモアナショッピングセンターからウーバーをリクエストする際は、見通しが良く車を確認しやすい場所、ドライバーが駐車しやすく自分も焦らず乗りやすい場所、メイシーズなど出入り口がたくさんある場所はなるべく避けましょう。今日の動画はいかがでしたか？Uber の使い方で何か質問がありましたらコメント欄にて教えてくださいね。個別のご質問またはビジネスのご依頼等ははわねこチャンネルメールアドレスまでお願いします。概要欄にアドレスを貼っておきます。今日も最後までご視聴ありがとうございました。皆様のおかげではわねこチャンネル登録者1000人を達成することができました。ありがとうございます。これからも頑張りますので応援よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。Have a nice weekend! マッハロー！バイバイ！